ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらの EZ 講義を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、現在行われている世界選手権において、サムパーディやマットナスなど、海外プロチームが持ち込んでいるものですね。なんと今回の世界選手権では EZ 講義がトップメタになっているのですが、その中でもプロチームが持ち込んだこちらをピックアップしてみました。EZ 講義は環境初期からウズドロのカニが採用されたものが流行っていましたが、こちらは完全にコンセプトが異なっていて、美術家の才能と忍耐の記念碑を軸にしたデッキですね。まずは EZ 講義のベースとなる動きなのですが、火の技の修行、爆裂の技、愛量の表現の3種類の軽量除去で盤面を制圧し、ブーメランの基礎で8枚体制となった嵐用の才能で一気にフィニッシュするという動きになっています。カニ型の場合はこの動きにフィニッシャーとしてカニもいるのですが、こちらの場合は忍耐の記念碑が追加のフィニッシャーとなっていますね。忍耐の記念碑はカードを1枚捨てるたびに3種類の効果を選べるのですが、バーバや愛着を捨てるに加え、美術家の才能を採用することで、一気にルーティングエンジンがかかる仕組みになっています。美術家の才能は生物以外の呪文を唱えるたびにルーティングできるのですが、バーバ以外は全て非生物スペルということで、延々とルーティングをすることができるようになっていますね。一度動き出すとなかなか止まることがなく、一気にフィニッシュできるデッキになっています。また、積み重ねられた英知も非常に強力なスペルで、墓地に3枚以上の攻撃カードがあると3ドローすることができ、2マナ3ドローインスタントというスタンでは化け物級のカードになっています。サイドの漁師の謎かけを除けば、スタンではだいぶ安めのデッキになっているので、今後神 MTG の方でも流行りそうなデッキですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。しっかりと1ターン目から除去が構えられるということで、キープしていきましょう。さあ相手、これは、ミラーなのか、もしくは EZ、ルーティングのどっちか。ルーティングっぽいですね。タフネス3はまだ倒せないので、先に美術家の才能出しておきますかね。バーバから入ってもいいんですけど、記念碑を引いてることを考えると、才能は出しておきたいかなと。相手の決闘者は割と、なるほど。決闘者入ってるんですけど、才能も入っている。これ先に、どっちも除去にますか。次のターン結構パワーが上がっちゃうんで、さあ、ルーティングしながら、爆裂の技も3点火力となったところで、決闘者を倒していきましょう。で、次のターンは、記念碑を置いてからの、才能でって感じですね。さあ、ただ相手これどうでしょう。才能が入ってるんで、はい。記念碑型とのハイブリッドって感じの可能性もありますね。バーバも入ってたんで。ここをブーメラン。なるほど。必要なパーツを探しに行ったっていう形ですね。相手が少し孫ついてる間に、こちらはしっかりとコンボパーツをどんどんと揃えていきましょう。さあ、ということで、まずは、記念碑出していきましょう。毎回このルーティングが発生するんですけど、バーバは、今は捨てていいかな。で、才能まで出していきましょう。一旦美術家の才能は、1枚あるんで、さあ、ただ3枚目引いてくる。ドローからのバーバを引く。仮にミラーマッチだとすると、基本的にはモニュメント記念碑を多く置いた方が有利になっていきますね。さあ、相手はオプトも入っている。こちらが現状先に置いている形ではありますが、さあ、相手バーバからのモニュメント。はい。さあ、相手もこれで揃っていきましたね。で、さらに相手、バーバがいる状態なので、スペルが1マナ軽くなっていくと。こっちもバーバ、後で出していきましょう。さあ、この状態だと、カード枚数が多いこっちの方がやや有利かという感じではありますが、まずはブーメランの基礎で、争うような才能を回収。爆裂はいらないかな。土地。
はい。で、ワンドロしていきましょう。火の技。なると、先にまずバーバ出して、で、美術館才能が1マナになって、ルーティング。で、記念碑もう一回誘発。からの、とりあえず土地置いて、まあ、バーバー無視でもいいか。基本的にもうこの状態になったら、お互いに記念碑を探しに行く形になりますね。お、H いいね。ブーメランは取っておきたいので、ルーティングはストップして、で、ブーメランでもう一回、嵐の才能を戻していきましょう。で、ここもルーティング拒否ですね。まあ、H は3ドローになるんで、次のターン使っていく形でいいかなと。さあ、これで、モニュメントの数は同じなんですが、こちらの方が、カワウソがいる分、まあ、ダメージは取っていけるかな、という形ではありますね。さあ、お互いに、パーツは揃っている状況。相手も、美術館の才能、2枚目。からの H。はい。1マナ3ドローですね。レガシーでも禁止級の動きになってますね、これ。さあ、さらに、記念碑からトークン出して、からの才能のルーティング。3ドローして、さあ、ハンドは4枚になっていく。パーツが揃った状態だとね、本当にとんでもない動きができるんで。さあ、そして、バーバを除去っていく。まあ正直ここまで来ると、トークン、カワウソトークンの方が、まあこっちとしては、残っているとありがたいかなという感じではありますね。さあ、さらに土地から、おっと、記念碑ただ2枚目出てくる。2枚目出てくると、ちょっと話が変わってきますね。これで相手、まあ毎ターン6点ライフルースいけるので、さあ、さらに争うような才能。なるほど。さあ、さらにルーティング。いや、これはなかなかゴムゴムの展開になってきましたね。先に H いきますか。まずは2マナ3ドロー。まあ、こっちもこうなると、モニュメント2枚目探しに行かないといけないので、さあ、土地は捨てて、才能はいいですね。からの1ドロー。で、土地は捨てる。さらに記念碑誘発から、3ドロー。ブーメラン。H もある。これはもうあれか、モニュメント探しに行くというよりは、カワウソトークンでの殴りプランになりますね。まあ、いつも一回行きましょう。このターンとりあえずカワウソトークン、あともう2体出せるのは確定。さあ、どんどんとルーティングしていきましょう。土地はもう全部捨てとっけ。アイロー。アイローはまあ悪くはないが、まあ才能をとりあえず出していきますか。土地捨てて、お、記念碑2枚目来ましたね。ただこのターン出すことはできないので、さあ、ここどうするか。まあ、とりあえず、バーバーは倒しに行きそうかな。これで相手がブロックするかどうか。はい。まあ、ブロックせず。で、一旦バーバー倒して、これで10点分。で、さらにルーティング。さらに H。これはもうルーティングいいかな。さあ、10点。入れて残り4点まで。いや、一応これトークン倒しておいた方がいいか。倒しておいたら多分、負けの確率がだいぶ下がるんで、バウンスで消しておきますか。相手モニュメントがその2枚ある状態なので、もしそのこっちのトークン倒しながら、果敢誘発させまくって、さらにモニュメントで6点とかあると、まあ、死ぬ可能性ワンチャンあるんで。さあ、こちら、ライフ13点。こっから死ぬことは
どうですかね。まあ、モニュメントもう1枚出てきたとしても9点。まあ、4枚目出てきたとしても12点。なので、直接火力とか、そういうのがなければ大丈夫な気はしますが、どうでしょう。で、ターン回ってきたらもう、まあ大体勝ちですね。さあ、6点ライフルーズ。使っていきます。残り7点。まだ相手勝ち筋があるかどうか。うん。まあ、耐えていったら、ワンチャンって考えで、まあ、まだ投了はしていない状況ですね。ただ、こっちモニュメントもう1枚、手札にあるということで、まあ、カウンターがなければ、勝てる状況ですね。さあ、相手も美術家の才能で、どんどんとルーティングをしていく。まあ、こんな感じで本当にね、止まらないんですよね。さあ、嵐の才能も2枚目が出てくる。そして記念碑3枚目。はい。これもう一旦早く出てきてたら、まあかなり危なかったですね。相手の方が、まあモニュメントが多い状況ということで。さあ、ただもう使えるマナは残り1マナだけ。さすがに勝ってそうですが、どうでしょう。はい、ブーメランでこちらの記念碑をバウンス。うん。で、マナがなくなる？まだトークン出してないっけ？ワンチャンあるのか？さあ、トークン置いてきて、さらに記念碑誘発。どれが何回誘発してるかね、ちょっと分かりづらいんですが、多分これでもう誘発はなくなったかな。さあ、ただ相手、もうブロッカーが2体だけということで、さすがにですね。はい。さあ、サイド行きましょう。とりあえず、カワウソ対策でグレン地獄1枚だけ入れて、アーティファクトカウンターと、まあ、否認は入れてもいいかな。うん、まあ、モニュメントはね、カウンターしていきたいので、って感じですかね。でも、アイローは、まあ、カワウソ対策にもなるので、そのまま入れておいて、で、他の除去をちょっと抜いていくという形になりますかね。ただ相手あれか、なんか、デュエリストとかも入ってましたよね。ああいうカード入ってるのであれば、まあ、火の技の方が減らしますか。これでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。まあ、ノーランドなので、即マリガンですね。ノーランド、ノーランド。うん。まあ、こういうのがあるからね、ちょっと、なんともなんですけど、否認とりあえず抜いて、愛着を捨てるかな。まあ、ワンチャン H で3ドロできればっていう感じではあるんですけど、相手はラシオの才能からスタート。うん。まあ、こっちの才能を置いていきますか。後手ダブルマリガンは、まあ、かなり不利な展開ではありますね。相手もラシオの才能を、ただ相手ワンランドキープ。ワンランドキープであれば全然ワンチャンありますね。うん。まあ、とりあえず H 構えて、相手のカワウソトークンを減らしていきたいっていう感じですね。相手しましま。まあ、ブロックしていきましょう。相手唱えるのは1枚だけであれば、はい。まあ、こっちも H で、相打ちはできるんで。さあ、まあ、おそらくこれで相手は土地を探しに行くでしょう。で、こっちも H。除去。うん。まあ、とりあえず相手のトークンはこれでいなくなると。からのアイロー。まあ、火の技の修行はもうメインから使っていきましょう。さあ、これで墓地の攻撃カードが2枚。からの H。まあ、相手は完全に土地をね、どんどんと探していっている形になりますね。だが引かず、なるほど。これはちょっと早めにこっちも手札を整えていきたいですね。さあ、ブーメランの基礎から才能回収。
今欲しいのは、除去ではなくて、他の、コンボパーツですね。さあ、ブーメラン来そう。結構ね、ワンランドキープはかなり厳しいデッキのはずなんですが、でもワンランドで7枚キープしてきたっていうことは、多分手札は強そうなんですよね。土地が伸びれば。さあ、こっち何も引かず、バーバでとりあえずルーティングしていきますか。お、いいですね。さあ、美術家の才能を引けたので、とりあえず先に出しておきますかね。嵐の才能、起動はちょっと弱いんで、土地も出して、レベル2まで育てておきましょう。これでバーバーもいる状況だと、クリーチャーでないスペルは全部2マナ軽減されると。さあ、相手はモニュメントから。バーバー。とりあえず殴ってルーティングしますか。お、ブーメラン。ブーメランはいいですね。クロックをちょっと増やしていきましょう。さあ、ワンドローとルーティングも挟みながら、お、モニュメント引く。これはだいぶでかい。しかも向こうまで引いてきましたね。向こうは相手のその2枚目のモニュメントを止めることができるんで、さあ、さらに嵐の才能から、もうアイロは捨てていきますか。からの記念碑から、ここはワンドロ。土地か。土地は一旦ルーティング用に取っておいていいかなと。一旦ここで終わっていきましょう。相手のモニュメントをバウンスっていうのも全然ありっちゃありだったんですけど、お、記念碑2枚目。これは向こうが刺さっていきますね。さあ、アーティファクトは1マナでしっかりとカウンターしていく。で、さらにモニュメントも誘発と。さあ、こっちはカワウソトークン2体いる状態。で、モニュメントの数は一緒なので、基本的にこっちの方がだいぶ有利な展開になっていきましたね。正直ダブマリした時はかなり厳しそうな感じではありましたが、こうなるとこちらがだいぶ有利。さあ、カワウソトークン出てきますが、それは即倒すことが可能。ワンチャン次のターンにもう勝ってないかな。3、6、7、8、9、10。さらにもう1枚スペルがあるので、これだいぶいけそうかな。ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。